皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日は、お願いします。前回に続いて佐野晋介さんとお話をするんですが、はい。今回はもう、佐野さんも私もと言っていいのかな。佐野さんはもうオリンピックが専門でもあるけれども、佐野さんと私が出会ったのが野球でしたから、もう野球のことはもう、もちろん、ね、得意なジャンルということで、佐野さん、よろしくお願いします、よろ今日も。しくお願いします。よろしくお願いします。初めて出会ったのが宮崎の巨人軍キャンプでした。そこであったかい中でいろいろ話をしたり、ギャーギャーとやったり、それから私のある雑誌に、匿名スポーツ記者座談会で出てもらったりで、今暴露してしまいますが、そういうこともありました。佐野さんです。そんな野球ですが、今年は東京ドームでメジャーの開幕がありました。ドジャースとカブスの試合がありましたけれども、正直に私言いますと、はっきり言って怒ってます。もうとにかく日本の野球の市場が荒らされてるんじゃないかと。こんなに喜ぶだけでいいのかねっていうふうに、怒りながら、試合を見て、大谷ホームラン打ったな、なんて思いましたけれども、佐野さんはどのように見ておられましたか？私、開幕第2戦行きました。行かれました。さすが。大谷のホームランをこの目で見てきました。もうそうなると羨ましいとしか言いようがありませんが。そこでどうでしょうか。はい。確かにね、玉木さんおっしゃるように日本の市場を荒らされてるっていう見方はあるかもしれませんけれど、逆に言えば、メジャーリーグが近くなったという見方をして、要するに野球と、いわゆる野球ファンは当然なんだけど、野球ファン以外をもっと近づけたというふうな気がしますね。だから、そういう意味で、これからも、メジャーリーグがどんどん市場を荒らしに来てくれればいいと思う。それは市場の活性化ということにつながると思うんですよ。つながるというか、つなげないとダメですよね。それをつなげるのが日本の、プロ野球 NPB の役割だと思うんです。なるほどね。それ、今、佐野さんのお話聞きながら、野茂英雄投手が初めてドジャースに行った時に、佐世実さん、フリーのジャーナリスト、スポーツライターだった、私と尊敬している方ですけれどもが、私、高知新聞の先輩です。そうですね。佐世実さんが言われたことを、すごく思い出しました。というのは、野茂がドジャースに入って、毎朝、メジャーの、試合が、テレビで放送されるようになったと。そうなると、メジャーというのはこんな素晴らしい野球場で野球をやってるんだということが分かれば、日本も変わってくるというふうに言われたんですね、佐々さんが。でもなかなか変わらなかったなという感想もあるんですけれども、今の佐野さんの日本の野球界の活性化につながるって、これは本当にできますかね？どうですか？していかないと、プロ野球自体もがおかしくなってしまう。だから、ある意味では、例えば、日本ハムの、北海道エスコンフィールド北海道、ああいう風なスタジアムが、これからやっぱりもっともっと増えていかなければいけない。なるほど。というふうに思います。で、そこにお客さん呼び込むということ。それが、市場の活性化ということになるわけですね。なるほどね。それはどうでしょう。今、エスコンフィールドっておっしゃいましたけれども、プロ野球界全体で動きにつながりますかね？つなげなければいけないんじゃないかと。誰がつなげますで、それは、だから、誰がというか、これはだから、やはりコミッショナー事務局が今のような形ではダメなわけですね。やっぱり、日本野球機構という全体的にものを考えられる方たちが、きちっと、やっぱり、どういうふうな計画でもっ
、工業というものを成り立たせていくかということを真剣に考えていかなきゃいけないと思うんですよ。それ、コミッショナーの人のもう名前も誰も知らないような形になってしまって、日本のプロ野球っていうのははっきり言いますとずっと読売新聞社が動かしてきたわけですよね。これの形を変えないとダメだと私はずっと言ってきたんですけれども、それは、正直に言いますと、先週伊沢元彦さんとその話になって、最後に私がそれを言いましたら、伊沢さんが、まあ無理だろうなって言われたんですけれども、その言い方わかるんですけども、佐野さんはどう思われますか？まあ、読売主導で来たということは間違いないし、はい。で、もう一つ言えるのは、読売が一番きちんとやってるんですよ。そうですね。球団運営は。そうですね。だから、逆に言えば、今、IT という、また違う形の、メディアの業界が入ってきて活性化してきます。はい、なるほど。はい、だから、はい。それは、そういう形で、じゃあメディアが主導したらいけないのかっていうことではないと思うんですよ。なるほどね。メディアが主導したらいけないのかっていうのは非常に面白い問題で、というのは、例えば、フジテレビと、中井の問題、中井事件の問題にしても、芸能界とくっつきすぎたっていうのがありますよね。野球界とスポーツ界とメディアがくっつきすぎてるっていうのもありますよね。これはやっぱり話した方がいいというふうに私なんか思うんですけど、佐野さん、メディア出身の佐野さん、どう思われますかね？批判すべきは批判すべきなんですよ。はいはい。だからそれができていないというところの問題点だろうと思います。だから、そのメディアだからそれは批判できないっていうことではないと思うんですね。そのメディアの中でもやっぱり、いわゆる事業というところと批判というところは別なんですよね。そこのところはやっぱりきちっと、もちろんそこにはせめぎ合いが当然あります。まあ、例えば経営ということを考えたときに、新聞社で例を取ると、いわゆる編集局とか論説委員室とかという、いわゆる、編集、ジャーナリズムの部分。それから、いわゆる営業関係の部分。販売であるとか、広告であるとか、あるいは、そこに事業というものが。で、事業もまた、事業というのはまたまた一つちょっと別個な形です。いわゆる新聞社が、経営を成り立たせるための部分。で、事業という部分はどちらかといえば、これはいわゆる社会貢献の部分が結構多かったわけですね。社会貢献。社会貢献ですね。いわゆるスポーツというものを文化として捉えて文化を普及させていくという役割ですよね。これを、いわゆるマスメディアが担ってきた。という歴史があります。ありますね。これは玉木さんなんかはそこがもう時代終わったんだよということをおっしゃりたい。それはよくわかる。よくわかるんだけれども、しかし、そこの中にメディアというものが、やっぱりそれも全て内在している中で、今存在しているわけです。だからメディア自体が、やはり批判精神、批判すべきは批判するということをやっていかなければいけないというふうに思います。なるほどね。そこが難しいところだと思うんですが、以前読売におられた、ジャイアンツにもおられた清武秀俊さんと私対談したことがありまして、その時にやっぱり読売新聞社というメディア、ジャーナリズムを担うメディアが、プロ野球チームを持ってるのはいけないんじゃないかっていう話をしたら、清武さんはそこにチャイナウォールをきちんと、立てておけば大丈夫なんだと。要するにチャイナウォールというのは要するに編集と営業の部分を完全に分けるっていうのをきちんとやっておけばできるから、それは構わないんだって言われたんだけど、私はチャイナウォールは無理じゃないかっていう言い方をして、結局意見は分かれたままになったんですけれど、佐野さんの話でいくならば、チャイナウォールは可能だということになる。可能にしなければいけないんです。だから要するに、自分のところを批判しなければいけないと思うんですよ。
ああ、なるほど。自分のところっていうのは自分のところ。ですけれども、例えば、主催の、これ野球に限らずですけれども、いろんなものを新聞社がやっています。駅伝にしてもそう、バレーボールとか、そういったものもすべてそう。だけど、そこの中にやっぱり批判すべきところは批判するというところ、それを容認するというところが必要になってくるわけです。そうすると、何が必要かというと、経営者の資質なんですよ。経営者がそこのところをきちっとできるのかできないのか、今回も風土の問題でいろいろ言われましたけれども、やっぱり経営者の方針とか、そういったものが非常に重要になってくるんではないかなという気がしますけれども。なるほどね。つい最近こういう本が出ました。ジャイアンツの90周年記念ということで、ナンバーと読売ジャイアンツがコラボをして、新たに本を出して、これが、実は奥付けが何も書いてない本でして、ジャイアンツのトートバッグと一緒になって売り出して、要するにグッズとして、ジャイアンツショップなんかで売っている本なんらしいんですね。それで一つのグッズが4000いくらから500円ぐらいで売られてるんですが、なんとこれのトップ記事私が書いてるんですよ。笑わないでくださいね。というのは、長嶋茂雄さんへのインタビューです。これ私の定本長嶋茂雄の中に書いてるのと同じような、私自身も一番いい出来だと思われる、インタビューで、それが、非常に面白いので、ぜひとももう一度使わせてくれって言われたので、もう、喜んで、OK を出して、非常に、光栄なところはあるんですね。で、この本を見ていたら、確かに、読売ジャイアンツってのはすごいところがあって、これ読売ジャイアンツの今、推進している、G タウンの、要するに選手育成機関の、ルポが入ってたんですね。やっぱりなかなか素晴らしいことを、要するに、他の球団の先を行くようなことをやっていることは事実なんですけど、私に言わせると、果たしてメディアがこういうことをやっていいのかっていうようなことをどうしても思っちゃうんですよね。そこのところが、別にやってもいいんだっていうのを、佐野さんは先ほどから言われた。ということですよね。これは、メディアだからやっちゃいけないという理屈は、これはちょっとわからないと思います、正直。でもそれはアメリカではメディアはやっちゃいけないっていう風になってますよね。メジャーリーグでは。だから、実は玉木さんの理解が間違えている。あれはなぜアメリカはメジャーを排しているかというと、これは、いわゆる八百長問題と関わってくる。そうですね。はい、わかってますよ。いわゆる、野球を賭博という形になっていて、情報操作ができるからメディアが噛んじゃいけないということになっているわけなんですよ。はい。だから、単純にメディアを、排しているということではないんです。ただ、どうでしょう。例えば、それから、変な話ですけど、かつての、アトランタ、もう今、名前変えましたけども、昔はブレーブスといった。ブレーブス、はい。アトランタのところは、これ、実は、いわゆるターナーのグループが持ってた。だから、そういうことでメディアが表には出ない。CNN のテッド・ターナーですよね。そうです。で、そういう意味では、メディアとともにアメリカのメジャーリーグも育ってきてます。すべてのスポーツはメディアが噛んでいるわけなんです。そうですね。メディアが情報発信しないと、これはやはりなかなか動かないという部分がある。なるほど。そうですね。それから、今やっぱり革新的なのは、ジャイアンツも、いわゆるいろんなことでいろんなことやってますし、それから、やはり目立つのは、やっぱりソフトバンクであるとか、それから、横浜 DNA であるとか、あるいは楽天であるとか、動いているところは、いわゆるインターネットメディアなんですよ。
ああ、そうですね。新しいメディアが出てきましたね。はい。だからジャイアンツだけがダメなわけじゃなくて、うん。いわゆるそういう意味では、メディアがあるところがやっぱり伸びてるんですよ。うん。現実に言えば。なるほど。だから、その中に批判精神というものをきちっと抑えていくということが重要だと思うんです。なるほどね。まあ、そういう形でこれから変わっていくことが、もう出てくると思いますけれども、その中で一番重要なのが、私はスポーツベッティングじゃないかと思ってるんですよね。スポーツベッティングっていうのはアメリカでもかなりの、市場があって、はい。それこそ、大谷の、通訳の、水原一平さん、はい水原一平さんが、賭博に、まあ、なんとか引っかかったというので、問題にもなりましたけれども、カリフォルニアがあれを許可していないから、ああいう大きな事件になったと。要するに、イギリスで初めに、ベッティングを公にしようと。要するに、一般化しようと。いうことに、禁止をやめようということになったときに、書かれたことが非常に面白いんですけれども、賭博というのは、禁止したら、要するに悪に走る。で、だから、禁止するんではなく管理しなきゃいけない。っていうところで、ベッティングのフリーが始まったわけですね。イギリスとかヨーロッパでは。だから日本もこれをフリーにすることによって、スポーツ振興のための予算っていうのはかなり出てくるところがあると思います。その時にやっぱり、ネットメディアとマスメディアの違いによって、アメリカで要するに、マスメディアが持っちゃいけないと言われたのが、ベッティング、影から始まったっていうことをおっしゃいましたけれども、あったら、やっぱりマスメディアはスポーツに持たない方がいいんじゃないか。これからベッティングのことについても、マスメディアが意見をジャーナリズムとして出さなきゃいけなくなってくる。この時に果たして読売とか朝日とか毎日は、例えば高校野球もベッティングにしていいのかどうかっていうことについて、朝日も見解を出さなきゃいけないっていうことになってきますよね。その時にスポーツの関わりやマスメディアはやめた方がいいというふうにした方が、佐野さん分かりやすいんじゃないかっていう気がするんですけど、それはどう思われますか？そういう意味ではおっしゃる通りだと思います。で、読売はもう、いわゆるベッティングに関しては反対論を唱えてますね、すでに。もう出してますね。佐野さんは反対いや、私はそうじゃないですよ。うん、私はやっぱり、きちっとした管理のもとでやる、いわゆる、ことは非常に大事なことだと思ったんですよ。財源ということを考えたときに。で、日本はそういう意味では先駆的なんですよ。公営競技というものがあります。はい、ありますね。公営ギャンブルですね。モーターボート。はい。で、自転車。ね、競馬ですね。競輪。そして、さらに、トトですね。オートレースと。4つ、これはもう公営競技になってる。これは根拠法というものがあって、きちっとした法律の下で、監督官庁がきちっとあって。そして、パーセンテージもすべて決めて、そして運営されている。いくら、いわゆる投票者に対して、お金を返して、還元をして、そして、地域にいくら、どのくらいのパーセントで貢献するというかっていうこともやっているので、いわゆる日本は賭博は禁止されているけれども、例外法で、認められているわけですね。だから、その先駆的な例を、スポーツベッティングっていう形で入れていくことは可能だと思うんです。で、じゃあ、そうなってくると、マスメディアが関わらない方がいいのかというのは、確かに玉木さんの意見だし、それからあと読売も、だからそういう意味ではスポーツベッティングに反対ということで、表明しています。なるほど。で、これは、野球がかつて、八百長になったという事実があるということからの反対論なんですけれども、もう一度考えてみたときに、じゃあメディアの役割というのはそこの監視だってできるわけなんですよね。それはどういう監視になりますか？だから、それはやっぱり、いわゆる、そういう賭博行為とか、八百長行為とかに対しての意見提示。
も含めた、うんいわゆるメディアだからこそ、それをきちっとして率先してやんなきゃいけない部分ということがあると思うんですよ。だからその時に球団を持ってたら、もう球団持ってるだけでいいんだから、ベッティングなんかはやらなくていいんだからというふうにして、意見が、球団を持っているということによって左右されるっていうことはないですからね。それはわかりません。それどういうふうに判断されるかっていうのはこれからだろうと思うし、まあだから読売は今反対をしていることは間違いないですね。まあ、さあ、果たしてこれから読売ジャイアンツがどのように発展するのかどうなるのかというのは、新聞社って昔、飛行機飛ばして世界一周とかやってましたよね。で、今やりませんよね。で、そんな風に野球も、もう、古いも、メディアが持つのは古くなって、これは全部ネットが持った方がいいんだ、という風になるかな？ならないかな？なりませんかね？いや、もしかしたら資本力から言えばネットメディアの方が大きいわけですから、新聞社よりも、はるかに大きいわけですから、まあ、変な言い方ですけれど、今ここまでネットメディアが大きくなったときに、逆に言えば、ネットメディアに新聞社とかテレビ局がプラスなる形ができるかもしれない。形として。それがメディアの再編という形でそういうものが出てくる可能性だってありますよね。なるほどね。メディ、まあ、ホリエモンがね、昔しようとしたことですよね。ですね。まあ、やっぱり、まあネットがこれだけ影響力を持ってて、これだけ巨大な資本を動かしている時代ですよ。そして、例えば、今、広告に関して言っても、電通よりも、サイバーエージェントの方がもう、はるかに取り扱い高が大きいんですよ。おーっと、そうですか。もはやそういう時代なんですよね。ああ、なるほど、ね。だから、インターネットメディアがいかにすごい、まあ、急進的な、その影響力は持ってきているか、で、資本力持ってきているか。だから、本当のこと言えば、新聞社これだけ自利品になってきたら、もう、新聞社はネットメディア、ネットのところに、まあ、位置づけられる可能性だってある。テレビ局だって同じだと。逆に言うと、読売ジャイアンツ、東京ジャイアンツが読売新聞社持つかもしれないですね。可能性だってありますね。ねえ。だからむしろ、いや、これからだってヤンキースにしてもドジャースにしても、そうの中に、テレビ局持ってるわけですから。持ってるわけですね。テレビ局ありますよね。そうですね。だから、我々発想ちょっと変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思う。そうですね。阪神電鉄もタイガースが持った方がいいんですよね、あれはね。多分。甲子園に行くのは。あそこは、まあ、阪神電鉄と阪急阪神ですから。ああ、そうですね。今やそうですね。失礼しました。ということで、日本の野球の話はもう喋り出したら、これこそ、ここから、12時間でも、一晩中でも喋って、しまうので、この辺でやめましょう。ということで、ジャイアンツの本の宣伝を私がしているという素晴らしいことで終わりたいと思います。佐野さん2回目ありがとうございました。ありがとうございます。はい。次回は今週のテーマ、スポーツの未来はどうなるべきかのエピソード3、AI と e スポーツが未来のスポーツ界を支配するのかです。引き続き佐野さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。